4時間睡眠かな。食道がんかもしれんので、私はもう手術しないって。おはようございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。小さいお店ですけど、よろしくお願いします。狭くて心は広いお店なんで。12時半ぐらいには来てますね。それから仕込みして、で煮物とかも当日やって、火水が休みで、でも1日はもう仕込みにちょっと掃除しに来たりとか。間に合わないっていう時はもう火曜日も水曜日も来て、で買い出しに行ったりとか。今日は筑前煮とコロッケを作ります。タケノコをいただいたらタケノコの煮物を、今日もいただいた分でちょっと煮物したりとか。毎日違う。ほとんど変える感じで。一人でしていこうって思って、お客さんが全部手伝ってくれるのは助かってますね。お客さんが自分でビール出したりとか、常連さんたちはどこに何があるって氷も自分たちで取ってくれたりとかね。40分煮込んで20分冷まして味を染み込ませるみたいな。勤めてたところが基本手作りだったんですよ。コロッケでも魚フライでも、そこでこう培ってきた強みかなって。だから苦にもならないし、やっぱ冷凍のコロッケとか全然違いますもんね。皆さんも喜んで食べてくれるし、全体的に普通な作り方でやってるんですか？入れてるものとかも。全然普通に、ただ愛情だけ多めに入れてますね。でお肉はちょっといいお肉を引いてもらって、でも全然違うお肉で。牛肉はもう佐賀牛で、豚肉は雲仙の茜豚だ。一回も冷凍してないお肉だから、もう全然美味しいです、お肉は。手間かけた方が美味しいって言ってくれますね。子供たちも小さい時はやっぱ、私が仕事から帰ってきてもお菓子一切食べてなくて、ご飯が美味しくなくなるって言って待ってましたもんね。なんか食べとってとか思いながら。娘はやっぱ真似して作ってるけど、やっぱ違うって言って、それ愛情のさやろうとか言いながら元気なうちにいろいろ教えてもあげたいし。よし、コロッケ完成。先生ありがとうございます。病院の調理師だったんですよね。やっぱ最後のメイドの土産じゃないけど、そういうのもやっぱしてきてたんで、美味しかったって言って、その2日後に亡くなったりとか、私が最後の食事を作ってたんだって。だからやっぱお腹を空かせてる人たちにやっぱ食べさせてあげたいっていう気持ちが、多いかな今。で今日お客さんが刺身が好きな方が来るから、もう刺身入れて、書いてないんですけど、豚の角煮と、ハンバーグは人気で、ちょっと手がかかるから毎日はできなくて、
ございます。お疲れ。お疲れです。こんなほら大きな店にさ、うん、そうなってね、こんな背の高いね、君がミキちゃんにね。ね、私の妹になってですよ。妹です。うん。おー、いいですか。はい。あ、このね、おめでとう。ちょっと一になった。ご近づいたらゆきちゃんに。いただきます。美味しい。ニラ玉がいい。だったね。ある？うん、ある。ニラば切らんばけど。大丈夫だよ。もちろん畑から出てこない。うん。今から抜いてくる。育てるてやろ種から。うん、そうそう。ニラで夜ご飯も食べるわけです。うん。はい、どうぞ。で、雑炊したね。たらやけんね。今月1回ぐらいはここでご飯食べさせてもらってる。めっちゃ美味しいんですよ。ちっちゃい頃からお姉ちゃんにご飯作ってもらったりとか、小学校の2年生の時にお姉ちゃんが中1か。学校から帰ってきてお姉ちゃんがおって、もうお腹空いたって言ったら、あ、じゃあもうなんか作ってやるよっていう感じでいつも作ってくれてて、もうずーっとここ、50年お姉ちゃんのご飯を食べさせてもらってきついとかも言わんし、弱音を吐かない。もう自分がもうしたいって思ってることが夢が叶ったっていう感じで。ちょうど2年ちょっと前かな。お寿司を食べたら飲み込めなくて、初めて胃カメラ飲んだらもう先生が、食道がんかもしれんので、ステージ3の A か B かな。手術して取った方がいいって言われたけど、やっぱもう食べ物が飲み込めなくなるとか、調理の仕事したいっていうのがあって、私はもう手術しないって、半年ぐらいかな、抗がん剤1週間入院してずっとして、放射線も毎日通ってって、完治じゃないとさね、やっぱ残ってるから、だからそれを出さないようにしないと、抑えないといけない。そこは覚悟してるし、自分が手術はしないっていう選択をしたんで、手術したら結構治る確率があるけど、ちょうど孫が生まれる、時期に重なって、で抱っこもできないなって、念願の、やっとできた孫をこれこの時やっぱ選択だったかな。こんにちは。こんにちは。すいません。ごめんなさい。
取ってもらうばかいえいえありがとうございます。あ、すみません、ありがとうございます。ありがとう。ハーブで。あ、そう、私の妹。あ、妹さんですか。うんうんあ、初めてお会いしますよね。メカブまだと。少しやけん。少しある。うん、少し。少し。半額で出すけん。あ、じゃあ、メカブちゃん。これ。あ、すいませんけど。これがじゃがべ。あ、ちょっと待ってね。スパイスが。でもこれで常連さんに。今日はもうたまたま妹だけど。なってもらって。青さがね、もうなくなっとくけん。枝豆がちょっと多めに入れとる。ごめん。どこか。あら、ごめんなさい。間違いとね。はい。これおもちゃなかったやもんね。いいと。アウトですよね。長崎口はあそこの駅前。あれ、おかえり。妹。あ、妹さん。妹、びっくりした。なんで。で、そうなんか話しよったら、あれみたいな。そう意外となんかもうまたね。あ、じゃあ、バイバイ。はい。またお会いしましょう。またありがとうございます。またお会いしましょう。またですね。はい、失礼します。ありがとう。気をつけてね。はい、ありがとうございます。おやすみ。好みがやっぱそれぞれあるから、あとお名前聞いて、どういった好みが好き、どういったお酒が好きって、それをやっぱ日記に書いて、できるだけ好みに合わせて、なんせこう満席で7席しかないから、そこはちょっと融通が利くんで、最初からロレロレしとるよ。ある？失礼だ。春野菜炒め。これメニュープにあったやつですか？ないですね。言われたらちょっとあるものでちょっとメニュー入れたりとか、お客さんの要望に応えてあるものでこうとってね。はい、じゃあ春野菜炒め。はい。メニューにない。あ、いやいやそう。ありがとうございます。何もつけの方が美味しくなるんだよね。あ、美味しい。ちょっと待ってよ、笑いのこれ。真面目ですいませんね。笑いもこれ。真面目です。いつもおちゃらけとっけで2人いね。やいや、面白かったよ。家庭的な感じやってんね。そこが一番いいよね。いつでもこう寄れるみたいな気軽に。僕の感覚だったら居酒屋さんとか行っても隣のテーブルとかあんまり喋らないじゃないですか。けどここはなんかみんな喋るみたいな、いい意味で気使わんでいいみたいな。料理が美味しくても人の柄が悪かったら僕ならいかんですけど、そこが一番じゃないですか。恵まれてるよなって
思うね。いちご大福ありがとう。いただきます。食べながら帰る。お皿に持ってね。いや、また。ありがとう。じゃあね。ありがとうありがとう。美味しいよこれ。はい、どうぞ。お待たせいたしました。ちょっとゆっくり飲んだりして。夏の日覚えてますね。離婚するって決めたのが。その時はパートでファミレスで働いてたけど、正社員でちゃんと働かないといけんなと思ってファミレスで働いていたとこを辞めて、で近くのクリニックで働いて、正社員で朝6時出勤の夜7時8時ぐらいまでかなね。やっぱ学費とかが足りないからクリニックの仕事が7時まで終わって、で焼き鳥屋さんでバイト店長みたいな感じで、寝るのもソファーで寝てた。やっぱ3時間4時間睡眠かな。朝起きたらお弁当も作らないといけない、朝ごはんも作って仕事に行って、で娘も高校に入ったら居酒屋さんの厨房で、もう自分で稼いだお金はもうバス代と、あと自分のお小遣いって、お小遣い一度も多分やったことないんじゃないかなって。俺はもう工業に行って就職するって、普通に大学に行って欲しいって言ったけど、初めてその時喧嘩したのかな。でもそこは堅くなに俺は就職するって、ちょっとやっぱ申し訳なかったかな。でも今じゃね、もう自分で独立してあの子なりの優しさやったとかなって。2人とも近くで結婚して、いいお嫁さんもいるし、いいお婿さんも来てくれて、孫ちゃんも今4人で、本当に今が幸せかな。帰るみたいな。今日も楽しかったなと思いながら、いろいろ考えながら。自分の目標は、一人一人のお客さんを大事に、少しずつ、そんな無理せず、楽しく、みんなとワイワイして、やっていければいいかな。小さな目標かな。小さいお店なんで。